はい、皆さんこんにちは。前回はローラーの周りを良くするカスタムをご紹介させていただきました。まだね、他直してないんですよ。というよりもね、同じ日にね、撮影しているので、そのまんまのね、流れで申し訳ないんですけど、前回気になったところあると言ったんですが、それが、いわゆるね、電池とかモーターの設定圧に関わるところだと思うんですけど、この部分、ここ、モーターのエンドベルト、ここにね、壁があるじゃないですか。ここにね、隙間があるんですよ。この隙間、電池を入れると、隙間が少しなくなるんですよね。VZ シャーシ、電池を入れることで、このモーターが固定されるんですよ。電池を取ると、結構ね、ぐらぐら動くんですよね。こんな感じで。電池を入れることで、モーターが後ろに押されて固定される。そしてギアカバーを外して、今度この部分、このターミナルがついているモーターを取り付ける A パーツと VZ シャーシのこの壁、ここにもね隙間が結構あるんですよね。これも多分電池を入れることで後ろ側により行くんですよね。こんな感じで。ということはマシンがジャンプして着地したり、ウェーブとかでこうシャーシがひねると、わかります？結構ね動くんですよ。これがねいいのか悪いのかねちょっとわからないんですが、ターミナルと電池の接点が抜けてしまう原因なんじゃないのかなと思うんですよ。これが原因で再加速が遅くなったりしそうな気がしたので、今回ちょっと対策してみたいかなと思います。ただあんましねガチガチでやってしまうとマシンの走りがどう変わったのかわからなくなってしまいますし、一応ね PMAX レギュにのっとってやっているので、その範囲でやってみたいと思います。どこからやろうかなと思ったんですが、まずはねこの辺の隙間最初から埋めておいた方がいいんじゃないのかなと思ったので、隙間を埋めていきたいと思います。やることは BMAX レギュでできる範囲でタミテマルチテープをこの隙間に貼ってって埋めていきたいと思います。マルチテープというのはこういったものですね。これがね幅が広い方、こっちが幅が狭いもの、これを何枚も何枚もね、こっち側ね貼るの難しそうなんで、この辺にね貼って調整してみたいと思います。その前にね現状どんな感じなのかちょっとね見ておこうと思います。とりあえず電池を入れて回して、どうやらペラシャがちょっと伸びてピンクのクラウンギアが欠けていました。まずはねこの辺交換して電池を入れて再度回してみたいと思います。はい、ギアの交換が終わりました。こんな感じで静かにまたなりました。で回してみてひねってみたりするとこんな感じ。結構モーターとかもねこうやって動くんですよね。なので先ほど言ったところにタミテを貼って、まずどう変わるのか見てみたいと思います。タミテを貼り終わりました。この部分に5枚重ねて貼ってあります。そしてこのモーターとこの壁の隙間をなくすのに、ここの壁にタミテを5枚重ねて貼ってあります。入れてみるとこんな感じで、ここにね隙間がなくなりましたね。この辺のタミテの枚数はシャーシの個体差とか A パーツによっても変わってくるので何とも言えないんですが、一応僕は逆さにして外れないぐらい、それを目安にしてみました。多すぎても良くないと思いますし、少なすぎても意味がなくなってしまうので、
塩梅はね、難しいと思うんですよね。そしてね、この状態が正しいのかどうかっていうのも、走らせてみないとね、何とも言えないので、参考にしていただければなと思います。これで、全部取り付けて、もう一回電池を入れて回してみたいと思います。こんな感じですね。まあ多少モーターのこの動きっていうのが少なくなったかなっていう感じですね。先ほどは電池を外すとこのモーターがね結構グラグラ動いたんですが、紙手を貼ったことによって結構固定されました。ちょっと力強く動かせば動くかなっていう感じですね。続いてはいつもはやってるんですが、この VZ シャーシに関してはやってなかったのが、このターミナルの裏にブレーキスポンジなんかを入れて、ターミナルと電池の接点圧を高めていきたいと思います。これはね、簡単ですね。まずはね、ちょっと外して、この 2mm の青のブレーキスポンジをここの間に入れていきたいと思います。これはね、もう適当な長さにカットして挟むだけですね。はい、こんな感じになります。このブレーキスポンジを 1mm だとね、多分あんま意味なくて、3mm だとね、今度厚すぎるんですよね。電池入れるときとか取るときに、めちゃめちゃね、3mm だと硬くなるので、2mm がね、僕はちょうどいい感じがするんですよね。電池を入れてみたんで、回してみたいと思います。こんな感じですね。まあなんとなく力強くなったかなって感じですよね。本当にね、この辺はね、走らせてみないとわかんないです。ただ、ターミナル、電池をね、毎回入れたり出したりしていると、結構ね、潰れて、ここがね、スカスカになってしまうことあるので、スポンジを入れることによって、そういったことも防げますし、こうやってね、ひねった時にターミナルが潰れていると、電池とターミナルが離れてしまう、そういったことも防げますので、僕はね、結構必須のカスタムだと思っています。今回はこの VZ シャーシ、気になっていたモーターの隙間、これをね、なくしてみたり、ターミナルと A パーツの間にスポンジを入れて、電池との接点圧を高めてみたりしてみました。これでね、爆発的にね、マシンが速くなるのかというと、ちょっとね、微妙なところなんですが、立体コースを走らせた時、ジャンプした後、コーナー、ウェーブとかで、マシンがね、こうやってね、よじれた時に、トルクがね、抜けないようにするカスタム。やっぱ、抜けてしまうとその分遅くなってしまうので、こういったね、細かなところでタイムが変わってくると思うんですよね。立体コースだとね、ジャンプセクションも1箇所、2箇所、3箇所って多くなればなるほど同じようなね、現象が起きてしまいますので、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。いや、気になっていたからとりあえずやってみたんですが、なんかね、変わった気もするんで、こうなってくると早く走らせてみたいですよね。こればっかりはね、走らせてどんな感じか、前回走らせた時とどういう風に変わっているのかというのをね、見ないと何とも言えないところで申し訳ないなと思うんですが、この辺のね、細かな調整でどう変わるのか見るので僕好きなんですよ。ということでね、皆さんもミニ四駆気になったな、こういう風に改善したらどうなるのかなって思ったところは一度ね、やってみて走らせてどう変わるのか、そういうのもね、楽しんでいただけたらなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。